見てください、この強い釜伸び。オーブンの中で生地が自分を抑えきれずに弾けた最高の弾力と口どけの証なんです。こんにちは、松尾美香です。今日は私の教室オランジュリーでも大人気のリッチなココアの渦巻きパンを焼きます。2色の生地を重ねるパンはどうしても間に隙間ができやすいのですが、私の方法ならピタッと密着します。しかも3日経ってもしっとりふかふか、手で潰しても一瞬で元通り、プロの技術を凝縮した機械ごねのプロセスを余すことなくお見せしますね。心と時間を豊かにするパン作りを一緒に始めましょう。今回は家庭用のスタンドミキサーを使っていきます。ホームベーカリーをお持ちの方は一次発酵までを利用し、手ごねの方は別の動画を参考に作ってみてください。パン作りで一番大切なのは理論よりもまず生地に触れて楽しむことだと思っています。まずはプレーンの生地を作って、そこから2色の生地にしていきます。材料の詳細は概要欄にも英語と日本語で載せておきますね。まずは低速で生地が全体的に混ざるまで3分ぐらい回しましょう。高速に上げていきます。ボソボソだった生地にツヤが出てきましたね。生地の変化を感じながらこねるようにしていくと、もっとパン作りが楽しくなりますよ。見てください、この美しい生地を。薄く広げると向こう側の指が透けて見えるようになりますね。しっかりしたグルテンが出来上がりました。バターを少しずつ加えていきます。ここからがこのパンの楽しいところです。プレーンの生地とココアの生地に分けていきます。分量でいいので2分割にしていきましょう。半分は混ぜます。残りの半分はミキサーに戻します。ココアを混ぜ込んでいきます。ココアの生地も丸めます。真っ白な生地とビターな香りのココアの生地、この2つが重なった時、どんなに美味しいパンになるか想像するだけでワクワクしてきませんか？この後生地が 1.8 倍になるまで発酵させます。暖かい場所、もしくは30度で40分発酵させましょう。大きく膨らみましたね。ふかふかですよね。生地を触ってみたとき、プレーンと生地の硬さが違うのを指先で感じてみてください。10分生地を休ませます。型にバターを塗ります。型のサイズは概要欄にリンクを貼ってますので、そちらを参考にしてください。さあ、いよいよ成形です。すごいね、柔らかい生地ですよね。10分休ませたことですごい柔らかい生地になりました。
まずはプレーン、次にココアの順で同じ大きさの長方形に伸ばしていきます。厚さも揃えるようにしてくださいね。ここで美しい渦巻きを作るための最大のポイントです。2枚の生地を重ねる前に1枚に軽く霧吹きで水をかけてあげてください。水をつけることによって2枚がね、しっかり張り付きます。これが焼いた時に隙間を作らない秘訣なんです。型に生地を入れたら、型の高さまで生地が来るまで発酵させます。もしくは35度で30分発酵させましょう。途中オーブンに余熱を入れていきます。見てください、膨らみましたね。では焼いていきます。焼き上がりました。見てください、この見事な裂け目。プレーンの生地をね、突き破って中のココアが顔を出しています。生地が元気に伸びた証拠です。最高の焼き上がりですね。すごい弾力ですよね。潰してもすぐ戻ってきます。カットしてみますね。断面も完璧です。隙間一つありません。この弾力伝わりますか？焼きたてはもちろん5日経ってもこのしっとり感が続くんです。これがオランジュリーが大切にしている心まで豊かになるパン作りです。今日も一緒にパン作りを楽しんでいただきありがとうございました。もっと深く学びたい方向けに動画講座もご用意しています。詳細は概要欄をチェックしてくださいね。もしこの動画が参考になりましたら、高評価とチャンネル登録をお願いします。作った感想などのコメントをいただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。ではまた。